戦団紹介ダークエンジェル。ダークエンジェルは原初のスペースマリーンと言われ、最も歴史ある戦団です。じゃあなんでウルトラマリーンの方が知名度高いかって？秘密です。また彼らは機動力の高さを生かし、速攻性のある戦法を取ります。敵の情報を先取り、先手を打ってデスウィングターミネーターを仕掛けるなど、マリーンの中でもかなり仕事の早い方々です。どうしてそんな戦法なのかって？秘密でーす。おいおい、我が戦団の紹介なのに秘密が多すぎるだろう。ここは一つ、私が我が戦団の話をしてあげましょう。釣れた。ですね。戦団紹介なんて無礼な場には必ず現れると嗅ぎつけ頼んでおいたが、こうもあっさり釣れるとはな。ダークエンジェルはとんでもない数の身内が混沌落ちしている。その汚名を払うため、彼らは誰よりも早く、オキシ天使砲軍を粛清するのだ。彼らが速攻性が強いのは、知られる前に砲軍を処理して証拠隠滅するのが主であり、作戦中突然いなくなるのも、ターミネーターがやたら早く到着して暴れ倒すのも、全ては砲軍を自ら処理して隠蔽するためなのだ。協力感謝する。特別に君らの番組に出演しよう。ありがとうございます。この娘はどこまで知ってるやら、必要やら場所がなお。ダークエンジェルはその名の通り中二病満載のかなり恥ずかしい人たちです。アレックス高校換算。スペースマリーンが死の天使と呼ばれる由来となったにもかかわらず、ネームドの皆さんはアズラエル、サマエル、アスモダイなどとギリギリ天使みたいな名前ばっか好んでおり、アスモダイはもはや古代テラの悪魔やんかーい。アスモダイ自分のはヤバすぎますって。要塞からしてさ、ロッともあれな名前だったり、やんちゃなくせに騎士道私なんでたりとディスイズ中に戦団です。アレックス高校換算。帝国の皆さんはこんなキラキラネームつけてるヤンキーには近づかないでください。その通り、我ら戦団はまさしくオキシ号を背負いしマリーン。よかった。意外にもリストだった。戦場で俺たちを見ても絶対に近づいたりするんじゃねえぞ。あとはスモダイはガチで怖いからマジで煽らないで。フォージエンペラー、こうして、ダークエンジェルは人気と秘密と距離を保った。戦団紹介ブラッドエンジェル。あと一歩で悪魔に殺されるところをブラッドエンジェルに助けてもらいました。美しい顔立ちで悪魔の群れを叩きのめした後、たける表情で私に逃げろと命じました。美形で武々しく、弱き者を案じる彼に恋しました。この思いを彼に届けるにはどうすればいいでしょう？諦めてローハンマーしてください。彼らがイケメンな理由は改造手術時に、超絶イケメンサングイニウスの遺伝子を注入されるからです。なのでお肉でもブラッドエンジェル入れば嫌でも美形になります。フォージエンペラー。たける表情であなたに訴えたと言いますが、これはあなたを襲わないように必死で抑えてます。彼らは気を見ると凶暴化し、敵味方の判別がつかなくなります。それでもいい。惚れた相手なら襲われたいって？いえ、あなたを襲いに来てません。彼らはサングイニウスがホルスにやられてた時を、遺伝子通じて追体験しています。あなたを襲ってる時の彼はホルスの方ばっか見てます。そんな彼らは凶悪性を抑えるために芸術を学ぶよう教えられますので、彼らを思うならあなたも芸術をたしなみ、ウォーハンマーを始めましょう。大変です。この前の投稿者がホルスと名乗りブラッドエンジェルを襲ってます。あなたがホルスしか見ないというのなら、私がホルスになりましょう。で歌んちゃうわアホ。ダメだ、ブラックレイジ発動仕掛けてる。おいちょっと肩貸せ。助けに来たぞサングイニウス。もう安心だ。意識を取り戻しよう。私の方へ戻ってこい。無理やりでしょこれ。構成平価いけた。そうだ。うわぁ、失恋のダメージで浄化される。どういう現象？こうしてブラッドエンジェルの解説は無事終わった。戦団紹介サラマンダー。スペースマリーンのサラマンダー戦団は、強く偉大な下流そのものです。熱の激しい惑星で過ごした彼らは、耐久力、回復力に優れ、何より炎への耐性にはひときわ強い。そのため、彼らの兵装はフレーマーやメルタなどの熱兵器を巧みに操り、超人では耐えれない熱地獄の火事場で自らレリックを鍛え上げる。戦場では下流のごとく敵を焼き尽くし、戦団に継がれしレリックハンマーを掲げ戦う。まるで神話のドラゴンのようですね。ドラゴンは一され恐ろしいイメージがある？いえ、サラマンダーはとても人道的な方々です。それはふるさとの負担が過酷な惑星であり、共同体を保たなければ惑星の人々は一気に滅んでしまうからです。そのため力ある者は弱者を守り、守護された民は彼らの土地を育む。過酷ながらも温かい社会が築かれてます。この教えは戦場でも生かされ、第二次アルマゲドン戦役では民衆を餌食にさせないよう、重要拠点ではない水路を命がけで防衛し、多くの廃部の人々の命を救いました。ほんま帝国に爪の赤煎じて飲ませたいわ。アデプス広報換算を抑えて。でも見た目が怖いって？彼らの素顔は独特すぎて畏怖されることも多く、素顔を晒すだけで恐れられ暴動を鎮圧したという逸話もあります。そんな彼らを少しでも受け入れてもらいたく、今日はゲストとして呼んでいます。私も会うのは初めてなのですごく楽しみです。それではお待ちかね、サラマンダーです。まさか素顔で招待していただけるとは思いもしませんでした。何より我々の文化に敬意と称賛を送っていただきたい。込まないで、優しいイメージが先行してたからのギャップですよきっと。いや、いいんだ、こういうのには慣れている。世界中を脅かせてすまなかった。アレックス広報換算。脅かせたね。もう帰るから安心してくれ。わかったよ。共に他人に認められるよう私も努力しよう。こうして、サラマンダー解説は無事終わった。戦団紹介ウルトラマリーンスペースマリーン戦団の中で、帝国が最も理想とする戦団。それはウルトラマリーンを置いて他にないでしょう。ほとんどのマリーン戦団は、過酷すぎる惑星、独特の文化、尖りすぎた遺伝子により、どうしてなかなか、偏った戦闘競技を持って戦いますが、ウルトラマリーンは軍事学、組織論、兵隊や戦術を学び、超人でありながら、タクティ
カルに戦う戦団です。そのため帝国防衛軍とも協力して戦いやすく、スペースマリーンにでも帝国防衛軍と肩を並べて戦うシーンがあるほどです。このような正しき彼らの拠点はマクラーブ、農業のできる土地、住民は人口中心地に居住、学術機関、武術訓練施設、工業施設が下手に偏らずバッチリ整備されています。マジで帝国も見習えよ。そうですね。彼らの輝かしき文明について、実際にウルトラマリーンに尋ねてみましょう。やはり文明、教育、社会と理想の人間社会を徹底して目指す、結晶閣下の計らいですね。決して偏らないバランスが、軍としても有機応戦差を生み出すかと。だからカストーデスにも命令とかするんですね。どないしたんカストーデス君。今日元気ないやん。しまいにはその総主張のグエリマンはカストーデスを地球から離れて仕事させますし、それと詰めたらマジで皇帝陛下から直々に言われたみたいなんですよね。そらすごいな。我々カストーデスは皇帝陛下に何か言われたことなんてないのに。ならばそれは結晶閣下でなく皇帝陛下のご命令でしょう。そうですね。ともなればあなたは皇帝陛下の名のもと動いている。胸を張るべきだ。寺の外出されるってことは皇帝陛下はもう玉座じゃなくて別のとこにいるんじゃないかなって。そう考えたら我々の役目って何だったんだろうなって。迷うのはわかりますが、後ろ向きに考えすぎなの。ちゃうちゃう。この絵に直接やのうて、グエリマン通したんが納得できへんねやんな。はい。ほな皇帝陛下目覚めても恥ずかしくないよ。言われたこと頑張ろうな。はい。ほんで目覚めた時に文句一つ言えるよ。広報の仕事もバッチリやっとこや。はい。なんと。立派な帝国民として頑張ってこ。はい。では私も結晶閣下に伝えておきましょう。皇帝陛下が我が古代のお心を伝えねば、この絵や市民が廃業を企てますよ、とね。ナイスバランス感覚。さすが有機応戦な対応を主とするウルトラマリンですな。こうして、ウルトラマリンのタクティカルな軌道修正により、無事に戦団紹介は終わった。戦団紹介スペースウルフ。スペースウルフの特徴といえば何といってもウルフェンの呪いである。彼らは遺伝子に重化してしまう呪いがあり、発動すれば凶暴なウルフェンと化してしまうのだ。犠牲を代償にフィジカルと凶暴性を得た暴力性は、ターミネーターをしのぐ圧殺力と言われている。もって入線路、第一次アルマゲドン戦役の犠牲者を何や言うたー。彼らの母性であるフェンリスは毎年地殻戦闘し、大地に足をつけられる者は少ない。そのために毎年移住を繰り返し、必要あらば他の部族から奪わなければならない。オラオラ言いたいことあるんやったら力で示せやこのエセフォージエンペラーが劣悪環境で生活する彼らにとって強さとは必須であり、何よりも尊く扱われる。忠誠と気高さを合わせ持つ気高い狼こそが彼らの理想であり、このような凶暴性をなだめるため、ウルフプリストが彼らを日々なだめ導くのだ。なお、当然アデプス広報換算にウルフ遺伝子などあるわけなく、ゲストがウルフと異端審問の争い一族の隙をあげ小馬鹿にしたため、ゲストを縛った押した挙句に根拠地まで乗り込んで大暴れしてしまった。その後見遅れてきたウルフの方々が代わりに謝罪してくださり、彼らの顔を立てるため事なきを得た。なのでちゃんと謝りましょう。ごめんなさい。いいよ、しかし現場にカストーデスがいたなら止めることもできただろうに。あんたはなぜ止めなかったんだ？今回は、ちょっと、黙ってられなかったかなって。立派な共犯だぞ。ごめんなさい。いいよ。戦団紹介ホワイトスカー。ホワイトスカーのふるさと、惑星チョゴリスは平原の多い自然豊かな惑星です。彼らは黒色火薬あたりの文明で止まっていますが、かつてチョゴリスを統一した総主長者が大半は、この文明と戦士こそが、ホワイトスカー戦団を担う戦士たちを育むと考えていたんだとか、彼ら遊牧民たちの戦術は暗黒未来でも従前に生かされ、バイクスカットを中心に、ランドスピーダー等の機動兵器を巧みに操り戦地をかけます。対してドレッドノーとかは彼らにとって忌避されがちであり、他戦団と比較してかなり少ないと言われています。そう、蛮族に見える彼らはこのように文明的で、書道、狩猟、哲学、筋力、などなどを戦士としての成長へとつなげるのです。おっと、そうこうしているうちに対立部族の襲来です。ヤブツだー、ライスにずっと動いぶれるオルブデールなランドハター。来ました。アデプス広報換算です。なんでチョゴリスを話せてるんだよ。数日前、チョゴリスにて放送に来た時に。文明維持しながら戦争できるとか帝国よりよっぽどよくできてますね。立派な小娘、我が戦団のふるさとだぞ。お前なんかすぐに泣き出すだろうよ。挑発に乗ったアデプス広報換算は、すぐに基地から平原をかけ現在に至る。アデプス広報換算はすぐに回収したが、平原にオーバーテクノロジーを解き放ったのはかなりまずかったらしく、挑発した兵はめっちゃ怒られ、我々も当然一緒に謝った。だが皮肉にも、運命外の脅威を知ったチョゴリスの谷はさらに鍛え上げられ、デュカーリの奇襲をホワイトスカー到着まで持ちこたえたという。こうして彼女は、チョゴリスの谷から赤き稲妻の発発機と伝えられ、ホワイトスカーからは泣かなかった小さな広報官と少し有名になってしまった。戦団紹介レイブンガード。レイブンガードは潜入、ゲリラ戦、破壊工作、要人暗殺、通信妨害、補給線切断、吸収離脱など、その名の通り、隠密能力に長けたマリーンでも珍しい戦団である。ああ、肌の色
あるって異端扱いされんねんな。話のわかる教会あるから連れてったるわ。彼らはレーススリッピングを訓練により習得し、隠密特化による心理体で周囲の環境を利用し、パワーアーマーをったまま存在を隠せる技術を持ち合わせる。フォージエンペラーは最後の砦やから、普段から伝えて勉強戦でフォージエンペラーしてたら身を滅ぼすからな。バランスよく身も心も頭も伝えとくんやで。寡黙で秘密主義なため、帝国の他勢力とは距離を置きがちな彼らだが、一般人、とりわけふるさとである月デリバランスの住民とは強い結びつきを持つ。これは総主張コダックスが、かつてライカエウスと呼ばれたこの月で、奴隷として虐げられていた住民たちと共に革命を起こした歴史に由来している。ミニチュアやったら上官にバレにくい娯楽やからな。抜くときは抜いて楽しくフォージエンペラーしとこ。皇帝正解の献身時間を娯楽へ進めるなぐわ。革命以前の圧政下では、囚人たちに娯楽や自己表現はほとんど許されていなかった。そこで彼らは監視者からカプセルほど小さな石を削り、流れるような形の彫刻を作っていたという。その伝統を受け継ぎ、鎧に細かな幾何学模様や幽霊な衣装を施す者もいるのだとか。いやー、今日は面倒くさいのに絡まれへんから気持ちいいわ。ですね、総主張コダックスが初めて出会った人間に、ナスプリエフレニアという人物がいる。白い肌の少年コダックスを差別するどころか奴隷監督から守るとこから始まり、彼女含む多くの奴隷がコダックスに剣術と戦術を教えていき、革命を成功させる救世主としての基盤になる人であるが、そんなコダックスの遺伝子と先端の伝承を受け継ぐ者たちには、アデプス広報艦さんの姿は全力でぶっ刺さった。彼女を狙う過激な帝国民を人知れず排除するだけに止まらず、本来現地人を伝えて共闘する戦術、モリタットプロトコルにて現地のファンを訓練し、アデプス広報艦さんを守る民間護衛組織まで密かに増やしているのだとか。なんか最近うちのファンめっちゃ気配消すのうまいねんな。気のせいではないでしょうね。こうしてアデプス広報艦さんは今日も現地に暗殺するのであった。戦団紹介インペリアルキスト、包囲戦、甲状腺のエキスパートといえば、インペリアルキストを置いて他にはいないでしょう。どの戦団よりもボルトガンに精通し、状況を作り確実に当て、防衛をより強くする戦術は、包囲戦でも大いに活躍するのです。彼らの堅牢さは総主張、ローガルドルンから受け継がれており、誰よりも固い不屈の信念は静かなる幻覚。それでいて劇場を胸に秘めた彼らは、自己統制術の達人でもあります。そんなわけで、最近怒りっぽい私も彼らの元で修行してきます。うわー。おい、なんで全身の痛覚神経を刺激して肉体を傷つけずに激痛を与えるペイングローブ使ってんだよ。無口で止めたが本人が志願しやがったんだよ。インペリアルキストだから許されてる我慢装置だぞ。無理やりでも突き剥がせ。こうして私は彼らの元でアングリーコントロールを学び、身も心も厳格な強広報官になりました。しかし根強いファンは前の私の方が良かったと抗議していますが、時を重ねればきっと理解。何してんの葛藤です幻覚で有名なローガルドルンも実はよくぶち切れてる。時はポリスの裏切りを聞いた時に報告を信じず、その兵を撲殺しかけた。己よりも信頼した相手のまっすぐな思いは彼自身でも曲げにくかったのである。最近アデプス広報官さんが真面目すぎて視聴者からの反発がひどく。アデプス広報官さん厳しい。私ならもっと無秩序なのにな。葛藤ですくんから離れろヘレチックもう一つは側近のジリスムントが命令より予言を真に受けて行動したことである。気高き帝国戦士が義務より個人的な予言に迷って動こうとしたなどインペリアルキストとして許せなかったのだろう。カストーデス君は預かった。返して欲しければ我が教会まで来るといい。だがカストーデス君にさえ愛想つかされたあなたなど何の脅威もないわ。落ち着いてください。罠です。さすがに簡単に落ちませんから。厳格な彼らにもガス抜きっぽいのはある。ブラックテンプラーの影響で熱血近接を主とする第8中隊を解体し、他分隊へ分かれたのだが、彼らを招いた中隊は、まるで攻撃性を解き放ち強化されたように実施されていたのである。そのため現在では新兵を第8中隊に入れて発散させ、今まさに暴れているというわけだ。仲間内での感情のぶつかり合いも当然あり、その際は名誉決闘により決着をつける。かの総主張ドルンでさえ、後期は我慢の限界が来ていたように見えるとの声もある。先駆者の失敗を帝国に泣かないよう、彼らは責任を持ってアデプス広報艦さんを暴れさせ、アデプス広報艦さんはすっきり浄化されたのだった。戦団紹介アイアンハンド。総主張フェルスマヌスは若き頃、生体金属の怪物を溶岩の中で絞め殺し、その金属が両腕を折ったことで文字通り鉄の手を得てしまい、それがアイアンハンド戦団の未来となっている。アイアンハンドの母性メブーサは、絶え間なく地殻変動を起こす火山惑星であり、マヌスが流れ着いた時にはすでに旧人類が鉱脈を掘り尽くし、その知識が遺跡として残っており、マヌスはそこで得た知識を様々な種族に与えた。メブーサ自体、人類が住むに適しない天変地異を繰り返す火山惑星であり、住民たちは絶えず移動要塞にて遊牧を繰り返し、果てや資源用地を巡る争いにまで発展する非常に過酷な惑星であるが、この環境は住民を強くし、アイアンハンドの候補性を選別する惑星となっている。マヌスの深い工学とそれに頼らざるを得ない環境から生まれたからか、アイアンハンド戦団はどの戦団よりも機械的である。戦車、装甲輸送車、ドレッドノート、重装歩兵を組み合わせ、重厚な鉄の塊で前進し、火力と装甲で押しつぶす、スペースマリーン戦団最大最強の機械兵団であると言える。
かつてマヌスは総主張フルグリムに、お前に武器を作れるものかと挑発したことがある。挑発から始まる二人の総主張の家事対決は友情を育むまでに至ったが、暗黒に落ちたフルグリムはマヌスと対立し、決闘の末に親友マヌスを亡き者にする。この事件から、もともと深い信仰の強かった彼らは、マヌスを守れなかったこと、裏切りを見抜けなかった心の弱さを含め、肉体は脆弱なりと、身も心も深いへと置き換える文化が生まれ、誤算ほど深い化されているのだ。その遺伝子の影響か、彼らの火事場を見学しに来たアデプス広報官さんに同じ挑発をした結果、劇場の中、アデプス広報官さんはやったこともない剣を作り分からせようとしたのだが、総主張のいない現在のアイアンハンドは、複数のアイアンファーザーと呼ばれる指導者たちによって統率されている。機械兵団の長である彼らもまた、感情とは程遠い存在だと思われがちであるが、果たして、この光景はどうだろうか。いや、いいと思うよ。使用感はシンプルイズベストだし。気を落とさないで。王子エンペラー。鉄と深いに覆われた彼らにも、割と優しい心があると知った。いやー、有名な戦団紹介、大まかなんは終わったな。お疲れ様です。お疲れ、もう何回くたばりかけたかわからんわ。土に自ら飛び込んでいくからですよ。言うてそのおかげで紹介動画人気出たんやからええやん。まあ、結果オーライですが。けど、確かに、まだまだ紹介したいこと多かったんやけど、尺いらんことに聞こえてしもたなとは思うわ。それで、穴埋めとして視聴者から質問募ったわけですけど。おうおう、あれどないな感じ？ですね。どうして広報官になられたのですか？カストですがなんでいるんですか？の、二つが一番多いですね。なんでうちらの話なっとるねん。リアルタイム配信。手だけでも帝国じゃかなり異質ですからね。言われりゃ確かにせやな。帝国は正しい情報と捏造して、その後で発表さすから、生放送で見られたら困るもん映ったらシャレならんもんな。それもですけど、単純に我々のファンも増えてのことみたいですよ。ありがたいことやな。ほなファンの皆さんのためにも、一肌脱いだってえなカストーですくん。肯定成果のために、そもそも我々の、というか自分がこの仕事に就くとこからでもいいですかね。それでお願い。はい、もともとカストーデスは地球にて黄金の玉座を守るためのこの衛星ですが、ウルトラマリーンの総主張、グエリマン復活後に、カストーデスがインドミツス十字軍に参加したことで、約1万年ぶりに本格的な戦力として、寺の外へ出ることとなりました。ごっつい歴史やな。それで自分も数人のマリーンと共に、この惑星聖域守護のために来たわけですが、幸いなことに先に駆けつけていたブラックテンプラーによってゼノの脅威は排除。することのなかった自分は帰還までに何かできることはないかと行政官に尋ねたところ、衰退したこの惑星のプロパガンダとして帝国教義を喋らされることになったんです。なんでやねんな。行政官的には、皇帝の生まれ変わりもカストーデスが帝国民に向けて話せば、民は喜んで帝国教義に尽くすだろうと考えたみたいです。アホやな。絶対うまくいくわけないわ。そもそも配部民はカストーデスの存在を知らない人の方が多かった。ほんまな、知らない相手にくどくど説教されても何も嬉しないわな。それでも行政官は、皇帝陛下を思い起こす姿のカストーデスが語れば効果あると信じてましたが、帝国民からの評価は最悪で、生まれながらにして恵まれた力を持っているという存在そのものが、戦時に強わった配部民の無力感を増長させる結果になってしまいました。予想以上にひどい結果やんけ。自分自身の問題もありましたから。というと？カストーデスは生まれながらにして、この絵になるべくスパルタ教育を受けるわけですが、帝国の腐敗を腐敗と思わないような劣悪環境ゆえで育ち鍛えられるからか、配部の人々の過酷さを辛いと思えなかったんです。同じ帝国でも住む世界違いすぎたんやな。行政官もカストーデスほどでないにしろ、配部民とは違う正教会で叩き上げられてるわけで、民からどう見えるか、が一切理解できてなかったんです。なるほどな。それどころか、広報の前に帝国のために捏造されるネタにも疑問になってしまいまして。いつも帝国が言うてる、劣勢やのに優勢や言うて、臣民を過酷な戦地に行かせるあれ？自分からすれば過酷な戦場しかないわけで、捏造する必要がない、みんな喜んで戦うはずだと。それを公の場で言っちゃったんですね。ちょっと待って。臣民に死にに行けみたいに言うたん？はい。自分らは生まれながらに最強で、パワーアーマーに守られながらの分際で？はっきりと。じゃあ。こればかりは放送局内でもバッサリに分化しましてね、擁護派と否定派で大争いして大混乱でした。そうなるか。当時の自分はそこで場違いであると初めて気づきました。完璧であるはずのこの絵がですよ。せやな。
カストーテスは地球を守るその一点のみで、信任を知ってはいても共感することはできておらず、戦いこそが責務となればそれも当然、単純に自分が場違いであっただけと納得しようとしましたが、ほんなら何か死んでいった廃部民の命は無駄やったんか。100歩譲って人の命重ねんのはええわ。ほんでお前らはまた地獄を延長ってなんやねん。俺しかやり方知らん言うんやったら同類見殺しにして自分だけ助かるネズミと同じやろが。立派な格好して人前に立っとるくせに、うちらにのうのうと地獄の延長を進めおって、同類見殺しにして自分だけ生き残るネズミの畜生と何が違うんじゃ。手ぶち切れてる人がいてですね。あったなぁ、そんなん。ものすごく痛かったです。今まで食らったどの攻撃よりも。そうなん。その時はただ、胸の痛みに意味があると思ってその場を収めたのですが、力のある者、まして皇帝陛下の遺伝子を継ぐ自分が、育ちの違いを言い訳に放置しようとし、その無知に対して何の罪悪感もなかった自分。対して何も持たない小さな女性が、死を覚悟して帝国の腐敗に立ち向かう。もし、皇帝陛下が見てたら、どちらを祝福するだろうか。そんな聖女さえも帝国は罰するのか、そういった思いが立ち止まることができず、あの場を収めました。立場あるもんにしちゃ変わっとるなぁ思ったけど、そんなこと思ってたんや。ほとんど衝動的でしたけどね。似たもん同士やったってわけや。はは、そうですね。けど大丈夫なん？戻らんでええん？寺井は目的があって残ると伝えてます。ありなんそれ？背部の仮想市民と行政官、そして超人兵士たちの大きな溝。その差による混乱と、埋め方を見つけたと力強く伝えました。ようそんなんで通ったな。いえ、簡単にはいきませんでした。ですが、かつてバトルシスターたちの起源となった聖女たちも、もともとは帝国の内乱の独裁者側だったと聞きます。しかし一人のカストーテスの独断による導きがきっかけで、あまたの惑星で奇跡を起こす聖女たちとなってます。我々の番組も、必ず帝国の助けになると、カストーテスの名において誓うと伝えました。よう言うた。それでこそ皇帝陛下の子や。もし失敗すればブラックテンプラーによる十字遠征にて、全て焼き尽くすから覚悟しろと釘打たれましたけどね。上等や、かかってこい。以上がまあ、自分がここで広報活動してる理由となります。お疲れ、カストーテス君。次は広報官さんの番ですよ。言うてうち、カストーテス君ほど語ることあらへんで。いやいや、そもそもかなりの専門職ですよ広報官って。つってももともと家族おらんハイブギャングやったし。マジですか？うちもともとハイブギャングやっててんけど、オルクはいたからぶち殺しに行ったんやけどな。害虫駆除のノリでオルクに突っ込むんですか？まあ普通にフルボックされたんか気失うて、目覚めたら修道会おった感じや。ということです。知らんがな、トリマそれで聖職者としての地位と仕事与える言われて気づいたら今や。そんな適当な。せやろ？意味わからんけどトリマ一度死んだに足やっとる。適当すぎでは。いやいや、ほんま悪いけどカストーテス君の話ほど崇高ちゃうで。もともとハイブの仮想でギャングやし、正教会の詳しい教義もこの職ついてからやさかい。シンプルに教義の重さより、命の重さに傾く世界で生きとっただけやからな。それであんなブチ切れたんですね。せやな、単純な話や。言われてみれば、初期の頃は自分勝手にブチ切れてたイメージあります。幻滅したやろ？最初の最初に聞かされてたらそうかもしれませんね。今はちゃうん？これまで共に仕事してきて、あなたの行いが、人のためになる結果を生んできたこと。何よりあなたが、視聴者のためにとなされているのを毎日見ていますから。ほんまかいな。トリマ時間あらへんし、さっさと質問答えてこ。ですね、読み上げていきますね。もしも一日、平和な世界に行けたらどうしますか？これまで一番やらかしたのは、ダークタイドについて教えて一番の戦果を教えて出身者惑星は二人の11のルーテンはカストーテスは他カストーテスからどう見られてる取材に使う船はあったことあるゼノは女性ならアデプトスでなくアダプタですよねカストーテス君と対マンしたらどっちが？おい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 、なんでこんな太んねん。アデプトス広報官さん。そんなんおまけでやるもんちゃうやろ。確かに。時間取って改めてやるで。皇帝陛下のために。